15日間入場券完売となりましたことを、これより御礼申し上げます。これもひとえに皆様方の多大なるご支援と、心温まるご指導、ご鞭撻の賜物と深く感謝申し上げます。我々協会員一同は、さらなる飛躍をするべく、なお一層相撲道に邁進してまいります。今場所も力士たちは、稽古の成果を存分に発揮し、この名古屋の地、IG アリーナで活気あふれる大相撲を繰り広げてくることと存じます。何卒千秋楽まで温かいご声援を賜りますようお願いを申し上げ、ご挨拶いたします。令和8年7月12日、公益財団法人日本相撲協会理事長、八角信義。打ち破っていくかっていうのがね、まず一つ怪我で戻ってきた力士にね、なんていうのかな、宿命というかね、今日もまずは体の前面ですが、いい肩の筋肉、ショルダーしてますよね、腕立て伏せすごいんじゃないですかね。そうですね、旭海優は日本体育大学卒業、日体大では大野里、大野勝、朝水龍と同期です。その朝水龍はこの朝紅龍の弟。初対戦です。立ち合い起こしていこうと朝紅龍、頭をつけます。腕を手繰って朝紅龍の勝ち。最後はうまく腕を手繰っていなしました朝紅龍、初日白星です。いい立ち合いですね。ちょっとアクションいきましょうか。はい、アクション解説お願いします。もういきなり赤津さんなんですけど、中継も最初の一番からアクション解説していただきました。ここね、右入られるんではないかというね、旭海がちょっと腰引いてますよね。腰引いたところで右からいなすこともできるんですけど、いなすことがちょっと刺されてたから小手投げ風、あれが旭海優が前に足出ていると、新入幕木瀬部屋のカズマの場所前のインタビューをご覧いただきました。短冊には一位先進、花田さん、この一位先進という言葉は花田さんが大関昇進の伝達式の時にそうですね、おっしゃられた言葉ですね。懐かしいですよね。でも師匠とね話し合ってのカズマのこういうね、四字時刻という。さあ今場所新入幕同士、幕内初白星を挙げるのはどちらでしょうか。こちらがカズマ、対するは大青山、中国出身です。左が覗いています大青山です。右をつけながら上手を引いた、上手切れました。カイナーを返しました。今度はカズマが上手、左四つです。下手は遠ざけます大青山、下手は引けないカズマ、ここで取りました。胸が合います、左四つ。さあ土俵中央、大青山が上手引けているかどうか。大青山上手引けていれば左四つがっぷりですが、今場所も両力士この左四つの展開になりました。新入幕同士の一番です。引きつけるカズマ、前に出ていきます。土俵際残す大青山、体勢入れ替わって勝ったのは大青山です。カズマこの表情、上手を四つになってね、自分の四つになってからの攻め方かな、ちょっと自分の体重をあまり利用できなかったんですね、カズマがね。これタッチペンいきましょうか。はい、お願いします。これはもう2番もいい相撲続きますね。じゃあスタートしてください。はい、大青山ね、ここ回し取るのはいいんですけど、ここの押っつけね、
もう少しね、手首から押っつけてこう押っつけてってもらっていいですね。でここら辺を取るのね、カズマのね、はい、で押っつけていくんですけど、これちょっと浅い、あと深いって3度いうのは目の対戦ということになります。相撲のタイプでいうと花田さん、大野勝は、いわゆるスタンダードな右四つ、で獅司はこう回しの取り方がたまにこうガバッとですね、肩越しで取りに行ったり、そこですよ。獅司は右四つ以外にも強烈な押しも持っています。この大きな体があります。かち上げていきました大野勝です。あてがいながら獅司、左の上手を引いています大野勝、右の上手、左四つになりました。大野勝は得意の四つと逆、獅司が一気に前に持っていきます。なんとか体勢入れ替わりました。土俵中央、大野勝戻しました。獅司の上手は一枚上手、左四つです。大野勝本来であれば右四つに組みたい、獅司も四つには右四つなんですが、今は左四つにお互い組んでいます。足引きつけて出ていくのは獅司、残すこらえる大野勝。向こう側で大野勝がどの辺りを引けているかです。今度は大野勝前に出ようというところ、獅司もこらえる。大野勝が下手を深くしました。獅司の上手は変わらず1枚。長い相撲になってまいりました。大野勝が再び出ていく。獅司こらえる。逆に出ていくのは獅司、土俵際足が出てしまいました。大野勝の右の足、寄り切り、獅司の勝ち。今日の立ち合いから獅司はいいんじゃないですか。一生懸命大きい体を低くいく相撲を取っていきながら、最後ちょっと四つになる時は少し大きな相撲かな。ある意味言葉はよくないですけど、雑な相撲を取って前半戦の立ち合い当たってからの相撲だったんですよね。当たって低くいこうっていう気持ちでいくから、最後ここまでは四つになってもいい相撲取れるんですけど、あとはやっぱり上手ですよね。一枚、さっきの相撲もそうですよね。やっぱり上手の取り方が。対するは金峰山です。武富士は花田さん、スピードが持ち味ですよね。そうですね、立ち合い当たってからのね、スピードですよね。なんかちょっと体ボディービルダーみたいになってきてますよね。トレーニング好きなんでしょうね。で対する金峰山は強烈な突き押し、そして四つ身ということだとポイントだと思うんですよね。過去の対戦は1対1です。簡単にその金峰山の右四つっていうのはならせないんじゃないかな。そこをどういうふうに攻略していくのかなっていうのがね。さあ軍配返りました。張っていきました。右が入りました金峰山、上手は武富士です。上手投げに行く、こらえる金峰山、もう一度武富士、上手が切れた、寄り切りました。武富士の勝ち。いい相撲ですね。再入幕の武富士、初日白星です。金峰山もね、手ついてからのね、もろ手突きなので、もろ手突き伸ばせばいいんですけどね。もろ手突きを殺すような立ち合いをしているんですよ。ちょっとこれ手伸ばせないように武富士が当たってるんですよ。でここで右四つね、右四つ得意って言うんだけど、腰の位置違いますよね。あまりにもそうですね。あまりにも腰の位置が高いからどうしてるなと思って、師匠がですね。そうですね。阿炎は佐渡ヶ嶽部屋の稽古で見ましたけどね。で稽古に来ていて、よく話しますよね。阿炎ですよね。阿炎ですね。いいですね。明るいキャラクター。ということで、阿炎のインタビューしたら楽じゃないですかね。どんどん喋ってくれます。ずっと話してくれてる。さあ時間になりました。過去の対戦でいうと阿炎の5対2です。先場所5日目顔があって阿炎はたき込みで勝っています。錦富士としては阿炎を捕まえたいところ。もろ手突きです。阿炎突っ張っていく、押し返していこうと錦富士です。もう一度阿炎、押し合いになった、引いた阿炎、いなします。落ちません錦富士、引っ掛けたんですがそこについてきました。阿炎押し出し、阿炎の勝ち。阿炎勝って初日白星発進です。
立ち合いに錦富士が良かったんですけどね、低くね、で左からの押っつけかな、阿炎の右を殺しながら行くんですけど、その動作をしている間に腰が上がっちゃってる、ここまではいいんですよ。でここでよく見ながら錦富士行くんですけど、徐々にちょっと腰上がってきましたよね。で阿炎がここで引くっていう、ここうまいですよね。2回引いて、で引いたらすぐ土俵と言われている玉鷲が先場所幕内で成績が悪くですね、今場所十両で相撲を取っているということで、でもこれで一場所で戻ってきたらまた気力になるんじゃないですか。そうですよね。最高齢での幕内復帰、御嶽海のまわしを引きたいところ、御嶽海は相手の中に入って一気に押し込んでいきたい、そういう両力士の一番となります。頭で行きました。押し込んでいきたい御嶽海、右の押っつけ朝白龍、右が覗いている御嶽海です。左もねじ込んでいこうというところを押っつけます朝白龍です。頭をつける、前みつ引けるかどうか、前みつ掴みました朝白龍です。こうなると朝白龍得意な形、寄り切りました朝白龍の勝ち。当たって右の使い方はね御嶽海良かったんですけどね、そこからちょっと攻めきれなかったですかね。その間に右上手取って、回しの位置が良かったですよね。朝白龍のね。朝白龍3度目の対戦で初めて当たってね、右ね使い方良かったですけどね、御嶽海ね、そこからの攻めができなかったかな。もう右ここで覗いてますもんね。で押っつけてますよね朝白龍もね。でここでこらえて、この回しの取り方いいですよ。押っつけながらね、こう押っつけて下から行くと相手が前に出ようとこうようとしたらね、回しがもっと引きつけやすくなるんですよ。若々しいね。そうですね。なんかこう若い時の動画も見るけど、変わらないんですね。変わらないですね、確かに。すみません、取れちゃったんでね。でも先ほど怪我のねお話もありましたけども、本当に怪我なく。いや本当これ一番ですよ。わかります。大関上がったり横綱って目標はあるけども、本当に怪我って大変なんでね。だからそういう点では千代翔馬もね、腰の手術何回もしてね。何回もしていますからね。でもその度にまた土俵に帰ってきて。ロッキーですよ。そうスターローですよね。立ちました。突っ張っていく若野翔、得意の押し、何度か回転粘るんですが、それを最後突き出しました若野翔の勝ち。左からいなすっていうのは分かってたんですよね。だからあんまり焦らなかったですよね。ともあるんで、どういう感じでいくのかなっていうのがね、今場所そこもこう見てもらいたいし、これ狂ってもあるのはこれ左上手だから、左上手の人は左からの。若野翔としては、この立ち合いの突き押し相撲なんだけども、やはり15日来ているという朝乃山で、対するは翔猿です。でも今場所はあまり翔猿はテーピングもあんま見えないんじゃないですか。細かいところもあるじゃないですか、いろいろね、傷とかもあるから、このサポーターを外してこう取り組むっていうのはもうちょっとね怖くてできないですよね。休場明けです。対するは翔猿。過去の対戦で言いますと朝乃山の4対2、先場所は11日前帰っています。手をついて突き放していく朝乃山、一発で持っていきました。翔猿が思わず土俵の下に転落という強烈な押しがありました朝乃山。本来右四つの相撲なんですが、立ち合い差しに行って差せないというよりはもろ手でドーンと一発で持っていたという朝乃山です。立ち合いでいきましょうか。お願いします。立ち合いもいいですよね。先ほど高さん見ながらの立ち合いの当たり方で、それでもやっぱり落ち着いて腰の位置もいいから翔猿の状態が上がっちゃいましたよね。でそこは足揃っちゃったんで突き落とし、突き放していくっていう、やっぱ先場所の球団創設90周年の中日ドラゴンズが、
毎日今場所は9番目の相撲、幕内の9番目の相撲に2本懸賞を出すということで、そうですか、はい、ドアラの懸賞旗が回っておりました。そういうかけ方もあるんですよね、懸賞のね、え何かやはり今場所も懸賞のね、また本数がすごいそうなんって聞きですよ。ましたけど、地方場所最多懸賞ということで、はい15日間トータルではい3504本。おこれ時間になりました。この後ちょっと引き続き、はい、またお伝えしたいと思います。狼雅右四つ得意です。藤両側押し相撲得意です。さあご当所名古屋で藤両が初日どうか。に対して回し引けません。狼雅下から起こしていこうとつけます。藤両が回しを引きました。持っていった寄り切り、藤両がの勝ち。ね、左からも行きましょうか。はい、アクション解説お願いしす。ます。ありがとうございます。気になる取り組みにはこのようにアクション解説でより深く解説していただきます。ちょっと上手左届かなかったですかね、ローガもね。そうですね。ここからね、うまいでしょう、これ、をつけながら、こう、あれが深くなると効かないですよね、追っつけながら、いい位置で取っているんですよね。落ち着いて、もうずっとその休場明け、4日目、右の太ももを痛めまして休場して、これが休場明けの一番ということになります。いやー、でも高橋もフランス巡業で奥様と笑顔でね、楽しそうでしたね。写真演歌歌手の森好美様です。としてはお互い左四つ、同じ形が得意です。若元春は腰にテーピングが見えます。もろ手突き高安、左四つだ、上手どちらが先か、下手を引いた高安、上手届かない若元春、一旦離れました、引き落とし、高安の勝ち。高安対若元春6連勝。うまいの、うまい、立ち合いのね、一回待ったのを入れるのも若元春の立ち合いにさせないようにする、この一連の動きの中で全部こう計算しているんですよ。相撲になるんですけど、2回目はもうこれもろ手でわざと止めてるんですよ。でここ刺すんだけど、この左手の使い方がうまいんですよ。これ右上手取ってないでしょ、これ回し切りましたよね、切って押っつけて相手の状態を上げる、常に防戦一方だから、若元春も途中だから、高安のうまさが光った一番でした。そしてIG アリーナはこの琴恵光のしこに大きな拍手が送られています。これエッフェル塔の前でもやってましたからね、琴恵光このしこ、本当に綺麗なしこを踏みます。琴恵光で最初は元気ですね。そうですね、琴勝峰の弟ということになります。さあ軍配返りました。過去の対戦3対3、五分です。7度目の対戦。頭を下げて回し引けない、左が入りました。藤青雲です。足を使っていきます琴恵光、左四つ前に出ていく、寄り倒しました。藤青雲の勝ち。ね、ちょっとやっぱ刺されたのが良くないかな。これお互い右四つ得意なのに、左差して藤青雲構わず行きましたね。まあ左差しても取れるんでしょう。まあ左差しというか完璧な左でしたね。まあ低いでしょう。立ち合いが全然違う。琴恵光も当たってるんですけども低くないですよね。状態が高いのでああやって左差されちゃいますよね。高橋さん左で取れるのかって右四つが、あれだけ状態が高かったら左でも取れるんですよね。自分の型じゃなくても。選手ってね、突然やめないといけないし、そうですね、そこから不安に駆られるし、どうやって生きていこうとかね、で今こうやって上がって相撲を取れてる時が一番多分ね、幸せで楽しくて苦しい時だと思って、一番いい時ですよ。過去の対戦、欧勝馬の8対2、正代にとっては相性の悪い相手。
下から起こしていこうと欧勝馬、回しを探りに行きました。もう一度突っ張って押し出し、欧勝馬の勝ち。欧勝馬珍しい今前三つ1回取りに行きましたね。いいんじゃないですか、こういう稽古場で、稽古場ではなくて、稽古場で稽古もしていくのはいいですけど、はい、本場所で試しながらやるっていうのは欧勝馬取れるんじゃないですかね。当たりも良かったんですけど、こういう立ち合いの当たりを欧勝馬他の力士にもできたらいいですよね。はい。もう自信持って取ってます、ね。そうですね。お手製ですかね。その横のもね、多分あれはお手製だと思うんですよね、うちわは。ですよね。はい。アイドルでしたよね、最初ああいうふうにうちわで。そうですね。はい。でも今国技館でもああいううちわ持ってる方多いですし、なんか名古屋場所なのにあまりうちわがそんなにはないというね。昔はね、もうすごかったじゃないですか。はい、お手製なんですね。公式グッズではないということで。カンペでお手製っていうのを初めて見ましたよ。はい、時間になりました。低い立ち合い裏、起こしていきたい一山本。押し込んで前に出ていくのは一山本です。引き落とし、一山本の勝ち。うまかった。足揃っちゃいましたね。裏もね。もう少し低く出たかな。いつも裏は。はい。今日ちょっと高かったんで、ちょっとアクションいきましょうか。はい、お願いします。いいプレーです。もうちょっと低くいくと思うんですけどね。頭少し上がってるし、足も揃ってるし、やっぱり初日でちょっとまだ動いてないですかね。よく点どうか。で大栄翔は3場所連続で現在7勝8敗で負け越しています。4場所ぶりの勝ち越しを目指すという大栄翔。ちなみに東の前頭4枚目、これ4場所連続で同じ番付、これも珍しいんですが、大栄翔ちょっとサポーター短くなったんですかね。肘のね。そうですね。もう少し前長かったような気がするんですけど、軍配返りました。3度目の対戦です。白の字は左四つが得意。突っ張っていくのは大栄翔。当てがいながら白の富士、中に入りたい。前に出ていきました。少し引いた大栄翔です。いなしながらもう一度引いた。そこを出ました。押し出し、白の富士の勝ち。いいですね。頭がちゃんと相手の大栄翔の顎の下で引かれようともいなされようとも常に正対してこう相撲を取って前に攻めてますよね。白の富士が体当たり当たりもいい、低く当たってますし、これはちょっと大栄翔としては突っ張りにくいかな。なのでこうね引いてしまいましたよね。何回も引いてるのはやはり突っ張れないんでしょうね。で攻めていくんですけど、足揃わずにねすり足でいっていますけど、これどんな感じかというのは自分もドキドキしている状態だと思いますよ。やはりね久しぶりにこう休場して、そういう点ではこう頭の中不安とか恐怖とかいろんなものがある中でそれを打ち破っていくっていう今場所ですから、しかもそこで一場所で大関に戻るんであれば、ね10勝以上っていうね成績を残さないといけないのはプレッシャーになりますんでね。はい、さあ大事な初日です。青錦対するは平戸海。お互い四つ身でいうと右四つ得意です。軍配返りました。低い立ち合い、上手投げ。少し圧力逃がしながら回しを取りに行って上手投げ。青錦初日勝ちました。花田さん、はい、どうご覧になりましたか。当たっているんですよね。頭の当たる音はしましたよね。はい、ちゃんとマイクで取られてますけど変化ではなかった。変化難しいな。難しいけども勝つことが一番なんで、今はそういう点では勝ちたいという気持ちはね出ているので、焦らず当たっていって相撲を取ってもらいたいかなっていう。当たってすぐ少し左に動いて上手を取って投げましたね。本人としてはもう一場所で勝って上がって大関上がりたいと思ってるんだけど、僕なんかはまだ21歳でもっと強くなってほしい。もううまいですからね。これちなみに花田さん、はい、先場所の千秋楽、琴勝峰に敗れて美ノ海は9勝6敗2桁白星届かなかったんです。ですから場所をまたいで2日連続対戦ということになります。うまいですね高橋さん。何も事実として、事実だね。
ちょっと1ヶ月ぐらいねありますけど、珍しいですよね。まあそういう点では分かってるんじゃないですか、うん、本人たちも。先場所千秋楽は引き落としで琴勝峰を勝ちました。さあ今場所初日はどうでしょうか。軍配返っています。頭でいった、上手引きませんでした。美ノ海、美ノ海の足がもう出ましたね。琴勝峰の勝ち。ね、相撲取り続けないと潔いですね。まあいい立ち合い、琴勝峰ね。はい、中でも足出ちゃったんだけど、ね、こう見て自分でね潔く、いい相撲ですね。頭と頭。立ち合いでこの癒しが良かったですね。出ちゃって、そうですね、もう見てるから。で琴勝峰分かったからすって手引きましたよね。はい、はい、美ノ海は左の前みつ引けると自身のいい形作れるんですが、まあだからそこをさせないようにしたんじゃないですか。ないという状態が続いていますから、今場所東の前頭2枚目、大きく勝ち越せば十分三役昇進の可能性ありますからね。そうですね、はい、まあ立ち合いでしょうね。熱海富士なんか大きくなった、大きいんだけどもともと大きいですけどね。もともと大きいんだけど、豪ノ山は一切もう回しには手をかけず一気の馬力で持っていくという相撲。対する熱海富士は右四つ組み止めたい相撲です。両をついて両をついて下から起こしていく、押し返す熱海富士です。土俵際迫るのは熱海富士、引いた豪ノ山落ちません。熱海富士、熱海富士攻め切りました。押し出し。熱海富士が回しにこだわらず前に出ていきました。ちょっとここアクションで、アクション解説お願いします。受けてこう無理にいくと相手がいなしたり当たった瞬間やってくるので、ちゃんと相手を見ていこう、今日は殺す相撲です。でも時には当たっていってバッて前に出ていく相撲もありますよね。彼の場合こう引かれるとちょっとバタバタっていう相撲で相撲が悪くなっちゃうんですけど、落ち着いていい相撲じゃないですか。ファンの方も大喜びです。この立ち合いですよね。無理に当たっていくだけが相撲じゃないっていう。だからその右ばっかりこだわるないで左も使えると彼はいい相撲を取るので、まあ最初ちょっと押し相撲的な相撲を取るといいのかなとは思いますけどね。花道の奥には王鵬の姿が確認できました。琴櫻が立ち合いでもろ差し狙いに行くのか、右差し狙いに行くのかですね。いや、もろ差しで行くと状態が上がってしまうんで、行かないかなとは思うんですけどね。そのあたりも注目したいと思います。時間です。休場明けの大関琴櫻、初日隆の勝戦。両をついて右を差しに行きました。もろ差しか、右の喉は突き落とし、琴櫻の勝ち。最後はつっかい棒を外すような形になりました。琴櫻初日勝ちました。いいんじゃないですか。落ち着いてますよね。相手の右のドアをよくねこう見てました、考えてましたね。あそこであんまりね当てがって、そこで勝負終わるのかなって思ったんですけど、大関まだ取り組み行こうとしてるんですよ。で終わると思ってなかったんだけど、それがうまくかかったっていう感じでしょうかね。左差していったのかな。もろ差しというか。ですか。立ち合い琴櫻は引いたりね、そのタイミングっていうのは体で覚えてるので。さあ時間になりました。気合いを込めて回しを2度3度叩いた霧島です。先ほどコメントでは藤の川ロケット期待なんていうコメントもありました。もう藤の川は本当に恐れることなく思いっきり踏み込んできますからね。動きいいですからね。高いレベルの優勝であれば綱取りかという話も出ております。霧島対するは今場所勝ち越して新三役を目指す小兵藤の川です。7月初日軍配返りました。頭と頭突き落とし、霧島の勝ち。右からの突き落とし、
かったですね、立ち方ですけどね。そこをこうね、そういう立ち合いができたので、そこをこうね、そういう立ち合いができたので、ちょっと藤ノ川のバランスがね崩れましたよね。もろ差し狙ったんだよね。分かりにくいですよね、立ち合い一瞬だからね。一瞬でしたね。11月、吉野富士が左を固めて、大野里の右の差しを嫌って左固めて中に入って押し出しで勝負を決めました。そして今年の1月はもろ手で立ち合い起こして左の上手を取って上手投げで勝ったという吉野富士。大野里休場明けの、いわゆる復帰戦にして難敵ということになっています対吉野富士戦。対する吉野富士は花田さん、新三役でいきなり横綱勝つということになりますと一気に勢いついてきますよね。これは自信になると思いますよ。俺は負けてないっていう気持ちもあると思いますからね、今現在ね。さあ時間になりました。2場所連続休場、全休明けの横綱大野里、7月初日の一番です。ちょっと吉野富士が突っかけました。いや、横綱緊張してるんで。あ、そうですか。さあ改めて合いません。3度目です。勝ちました。右を固めていった大野里、少し引いてしまった。前に出る吉野富士、押し出し、吉野富士の勝ち。横綱引いてしまった。初日黒星。緊張してる。ごめんなさい、顔に出てるからもうこれダメですよね、読まれちゃってるから。で落ち着いて吉野富士立ち合いよく見て、何回か立ち合い待ったしてるけど全然焦ってないよね。ビッグレーです。腰がまだ高いでしょ。で前傾姿勢にならないのに立ってるから吉野富士としては当たりやすいし、もう引いてくるのも分かるからそこを前についていけばいいっていう考えであって、悪いのは横綱の方ですよね。当たってる音はするけど立ち合いの角度も立ち合いの進むこう前傾姿勢も悪いもんね。勝負が決まった後この表情です。うつむいたまま一つ息を吐き出しました大野里。豊昇龍は立ち合いの形を持っていますよね。張り差しだったりもろ手だったり。それ一番張り差しやっちゃダメ。ダメ。はい、この一番相手大きいんで、強引にいく相撲取れるから状態が上がっちゃいますよ、横綱がその相撲を取ると。ということはもろ手好きなのか右を差しに行くのか。もろ手好きの方がいいんじゃないですか。張り差し心の不安があるから、恐怖心があるから張っていくから人が多いから、っていうふうに私は理解してるんですけど、時間になりました。暑い暑い7月名古屋場所、今日から幕が上がりました。結びの一番は休場明けの横綱豊昇龍、対するは三役に戻ってきた同学年の王鵬。ともにその体には横綱の DNA が流れています。大野里は敗れました。さあ豊昇龍はどうか。7月場所初日結びの一番です。差しに行きました。右が覗いた豊昇龍、少し引いた王鵬、前に出ていく、渡し込み、豊昇龍の勝ち。
ついてましたね。うまく右も差し切ず、もろ手狙ってったんですかね。いいんじゃないですか。ちょっとお客様も一安心というかね。ただいまの決まり手は渡し込みで豊昇龍の勝ち。一瞬天を見合って花道を下がっていきます横綱豊昇龍。豊昇龍は休場明け初日勝ちました。当たれなかったですかね、王鵬も。リプレイご覧いただきたいと思います。右をこう差しに差しに行ったんですけど、無理に差していかないですよね。だから言ったように大きな相撲で引っ張り込まれるから、はいはい、いいんじゃないですか。両方させて、そこでちょっとやっぱ王鵬が引いちゃったのが良くなかったですよね。そこ一気に出るっていう。これは今日は王鵬だからこの立ち合いで良かったんですけどね、やっぱ頭からいく立ち合いも必要だと思います。豊昇龍ね、はい、いい立ち合いの角度だったらダメですよ、それは。時にはいいんですよ、はい、でも今日は一番やってはいけない相手なんで。ということで豊昇龍、明日は隆の勝戦、敗れた王鵬は明日霧島との一番です。豊昇龍は明日結び前で隆の勝戦なんですが、現在対隆の勝戦は5連勝中ということで、横綱になってからは隆の勝に4対0敗れておりません。でもそういう相撲だからといってやはり慎重に取っていったと思います。取っていった方がいいと思います、はい、休場明けですからね。上戸の弓取り式、そのしこによいしょの掛け声がかかりました愛知アリーナです。名古屋場所7月場所初日全取組が終わりました。この後は花田さんとともに今日の取組一番を振り返っていきたいと思います。これをもちまして